こんにちは、月島です。今回は iPhone 15 Pro を開封レビューしていきたいと思います。色はナチュラルチタニウムを選びました。目次です。開封と内容物の確認、iPhone 15 Pro 各部と iPhone 14 Pro との比較、カメラの撮影結果、最後にまとめです。ナチュラルチタニウムです。USB Type-C ケーブルです。SIM ピン、クイックスタートガイド、ステッカーです。内容物は以上です。iPhone 15 Pro をパッと見た感じは iPhone 14 Pro と全く同じように見えますが、細かく見ていくと進化して良くなった部分が多数あります。今回は10個の項目に分けて見ていきたいと思います。サイドフレームがステンレスからチタニウムに変更されました。ステンレスは鏡のようになっていて指紋もたくさんつきますが、チタニウムはそこまで指紋はつきません。またチタニウムはエッジの部分がステンレスより丸みを帯びています。そのため手に持った時の感覚もだいぶ違います。ステンレスは角が指に当たる感じですが、チタニウムは持った時に指にフィットします。そして材質がチタニウムになったことで重さが約 19g ほど軽量化されています。本体サイズは iPhone 15 Pro が縦 146.6mm、横 70.6mm、厚み 8.25mm で iPhone 14 Pro が縦 147.5mm、横 71.5mm、厚み 7.85mm です。縦が 0.9mm、横が 0.9mm 小さくなっています。厚みは増えています。実際に手で持ち比べてみると iPhone 15 Pro の方が数値よりも小さくて軽く感じます。そしてチタニウムへの素材変更で見た目の高級感も良くなっていると思います。iPhone 14までは本体のサイド部分にはミュートスイッチが装備されていました。iPhone 15からはアクションボタンというものに変更されました。自分の使いたい機能を設定して割り当てることができます。私は初期設定の音量ミュートを割り当てておくつもりですが、これらはいずれ拡張されてダブルクリックした時や開いているアプリごとに設定ができたりするようになることを私は期待しています。iPhone 15 Pro のディスプレイは iPhone 14 Pro と変わらず 6.1 インチの有機 EL ディスプレイです。画面の大きさや解像度は iPhone 14 Pro と変わらないようです。ただ新しい iPhone は画面のベゼル幅がわずかに狭くなっているようです。ダイナミックアイランドも継続されて採用されています。プロモデルのカメラレンズは iPhone 14 Pro から変わらずにメイン、超広角、望遠のレンズが3つ搭載されています。またメインカメラには 28mm と 35mm の撮影モードが今回から追加されました。標準の広角画角を 24mm、28mm、35mm の3つの中からあらかじめ設定しておくことが可能になりました。設定後も撮影画面で変更は可能です。そして iPhone 15 Pro は写真サイズの選択項目も追加されています。12メガピクセルか24メガピクセルを選択することができます。
ただ、標準画角を3つの中から設定しておきたい場合は 24MP を選択する必要があるようです。レンズ機能をまとめると iPhone 15 Pro シリーズではレンズ7本分の機能を備えるようになりました。そして望遠カメラは iPhone 15 Pro と Pro Max で性能が異なります。15 Pro は光学3倍ズームですが、15 Pro Max は光学5倍ズーム機能を選択することができます。ただ、撮影画面にて手動で操作すれば15倍まで持っていくことは可能です。充電ポートは iPhone 15 シリーズから大きく変わりました。ライトニング端子から USB Type-C 端子になりました。付属する充電用の USB ケーブルも Type-C のものに変更されています。このケーブルは MacBook Pro に付属しているものと同じタイプです。しなやかで柔らかいです。こちらは従来の純正ケーブルです。割と直線的で硬いです。iPhone 15 Pro は USB-C ポートを搭載したことで、外付けストレージや SD カードリーダーを使用したり、iPhone から別のデバイスを充電することができるようになりました。USB-C ポートの規格は USB3 で、データ転送速度は最大 10Gbps です。iPhone で撮影した画像などを外付けストレージに保存したり、画像を iPhone へ読み込ませることができます。データを確認するには、ファイルというアプリを使用します。うまく外部ストレージを利用すれば、少ないストレージ容量の iPhone を購入しても大丈夫な感じになります。iPhone 15 Pro の USB-C ポートはディスプレイポート規格に対応していますので、Type-C ケーブルを使用して外部モニターに iPhone の画面を映すことが可能です。スタンバイモードは iOS17 に組み込まれているもので、iPhone 14 Pro で使用することも可能です。iPhone を横向きにして MagSafe 対応スタンドにセットすると、設定したウィジェットを表示させることができます。CPU は先代の A16 Bionic よりも性能が最大 10% 向上しています。GPU はコアの数が増えて6コアになり、性能は最大 20% 向上しました。メモリーは 6GB から 8GB へ増えたようです。以上のスペックアップにより、たくさんのアプリを開いたり、スマホゲームなどもより快適に動作させることができると思います。今回 iPhone 15 Pro を開封レビューしてみて iPhone 14 Pro よりたくさんの変更点を見つけることができました。要点をまとめて見ていくとどんどんユーザーフレンドリーに進化していっていると感じます。そしてケースや充電器などの iPhone の周辺アクセサリーにつきまして ESR 社よりたくさんの提供品を送っていただいております。次回からはそれらのアイテムを開封レビューしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。